今回紹介するスレは、脳って一体どんなことをしているのだ？なんか肥満をねえ。面白いスレでもないかな。行こう。ちょっと君が知らないであろう事実を話そうかと思う。ほう、何なのだ？まずは今君が見ているこの視界。ふむふむ。網膜のその部分は光を感じることができない。へえ。目から送られてくる画像は、この部分にぽっかりと穴が開いている。そうなんだ。だから脳が勝手に画像を保管する。マジで？以前の画像、これまでの経験、周囲の色形模様、総合的に判断をして保管する。君すごいね。脳みそが喋った。勝手なことすんじゃねえよ。盲点保管して盲点。脳が保管してるだけで実際ほとんど見えてないっていうのが全然信用できない。意識してみようと思えばなんか見えない部分が見つかるよな。その他に、実は視界の端っこの方は色を感じられる構造になっていない。まさか。その領域の色は、やっぱり脳が勝手に保管してる。嘘だ。試しに赤いペンを視界の中央から端に動かしてみろ。赤い。今度は視界の外からちょっとだけ端に移るように動かしてみろ。色がわからない。なんだこのスレ。なんか NHK の教育番組みたいだ。まだあるぞ。まだあるの。君は体を動かしたり、頭を振ったり、目を動かしたりするだろう。する。その時、目から送られてくる画像はとても乱れていて使い物にならない。なんてこった。そこは脳が勝手に編集する。すごい。使えない部分はカットして、使える部分だけ脳がつなぎ合わせる。そんなことまでするんだ。脳の紐付けやタグ付け能力は異常。重要性低いものを自動削除とかいう高性能。脳のダメなとこも希望ぬ。好きなものは我慢できない油分糖分。頑張れ前頭葉。ちなみに脳はどれくらいの速度で仕事をこなしていると思う？わからない。君が車の助手席に乗って高速道路を走る機会があったとする。うん。その時、並走する車のホイールをじっと見つめるんだ。うん。ある瞬間、ホイールがピタッと止まっているように見えることがある。ふむ。それは脳が画像を取り込む周期と、ホイールの回転周期が合致した瞬間だ。つまりどういうこと？脳の処理速度はすごく速い。すごい。そうなのか。見た画像を記録しておきたい時があるだろう。ある。そういうのも脳の仕事だ。きっとまたすごいことをするんだね。脳は細かいことを記録しない。それどころか実際には見えてないことまで適当に記録する。おいおい。改ざんもするし捏造もする。しかもそんなに長い間、その記録は保管しておかない。ダメだな君は。勉強になるなぁ。目の焦点が合っていなくとも脳は見えている。確か山下清は放浪中にスケッチとかは一切書かずに、すべて旅から帰ってきてから一から書き始めてたんだよな。そこが脳の優秀なところなんだ。何を言ってるんだ。サバン症候群という脳の障害を持った人たちがいる。ふむ。彼らは目で見た画像を写真のように正確に記録し保管する能力を持っている。そっちの方がすごい。彼らの中には電話帳一冊分の画像を記録している人もいる。絶対そっちの方がいい。でもそれはとても不便なんだ。なんで？面白い。例えば君が通う学校にヒロシ君という友達がいたとする。ふむ。ある休日、君は街中でヒロシ君とばったり会う？うん。脳は今見ている人物の画像をもとに、脳の記録に照合をかける。うん。ここが重要だ。うん。君が普段、学校で見ているヒロシ君は制服を着ているだろう。そうだね。休日で街に繰り出しているヒロシ君は、きっと私服でおしゃれをしている。うん。こんな時、写真のように正確な記録しかしなかったらどうなると思う？どうなるの？すごい面白い。ふむふむ。サバンの人は、記録にある制服ヒロシとおしゃれヒロシを別人だと判断する。記録と照合した結果、
相違点が多すぎるという判断を脳がするんだ。なんてこった。君はそんなことないね。ない。それは脳がヒロシ君の画像を記録するときに、服や髪型といった情報を、わざと細かく記録しないからできることなんだ。そうだったんだ。顔の形や身長、体型といった細かく覚える必要のある画像情報と、服や髪型といった変化する情報を、脳が勝手に仕分けする。すごい。面白い。君はプリクラを知ってるね。撮ったことはほとんどない。最近のプリクラは画像に色々な加工ができたり、勝手にしてくれる。知ってる。女の子はその出来上がった写真シールを見て喜んでいる。そうだね。でも君はそのシールを見て、不気味とか、気持ちが悪いと感じるはずだ。感じる。君の目で見る女の子と、シールの女の子はまるで違うように見える。なのに当の本人は喜んでいる。不思議。これも脳が仕事をしているからなんだ。そうだったんだ。マジか。風呂上がりにイケメンになるのも脳の補正か。脳ってすごいね。君は鏡を見たとき、そこに映っている顔は自分の顔だと認識することができる。同じように、女の子の脳はシールの顔を自分の顔だと認識している。ふむ。これには脳にも若干の慣れが必要だ。慣れ。鏡を見る習慣がある。写真を撮られ慣れてる。だから自分だと認識する。この、目で取り込んだ画像に写っている人物を自分だと認識する。というところがミソだ。へえ。脳は自分の時限定の特別な方法で画像を記録する。自分の時だけなんだ。脳は自分の時だけ、画像から来る色々な情報を正しく記録しない。自分だけ。例えばどう見ても太りすぎな人がいる。自分で気がつかないのかなと不思議に思うね。思う。この人がいちいち鏡を見るたびに、デブだと感じてしまっては、自分の言葉のストレスで自分が大変なことになってしまう。ふむ。痩せなきゃ、と考える人もいる。でももっと早くストレスから逃れる方法を脳は知ってる。何？これくらいまだ大丈夫、と記録しちゃえばいい？マジかよ。そう記録しておけば、次から鏡を見てもストレスから逃れられる。確かに。同じことはハゲの人やブサイクの。やめて。プリクラも同じ仕組みで、今度はストレスじゃなく快楽を得るためにやるんだ。なるほど。目から取り込まれる画像は同じでも、それが自分なのか他人なのかで、脳は仕事の内容に勝手に手を加える。君はよく働くね。目から画像が入らなくても、脳は画像を記録できる。どういうこと？君は暇な時、色々な妄想をするね。する。現実では見たことがないものや風景を想像するとき、きちんと画像が思い浮かぶはずだ。確かに。脳は今までのたくさんの画像記録を材料に、新しく記録を作ることができる。すごい。君は当たり前のように妄想をしているが、これはかなり高度な情報処理だ。へえ。今まで君に伝えてきた脳の仕事を同時に、複合的に、複雑にこなさないとできない。すごいね。その複雑さゆえに、時々その仕事がおかしくなってしまうことがある。ふむ。統合失調という状態だ。ふむふむ。なるほど。面白い。俺の妄想がぼんやりしてるのは情報が足りないからか。脳は仕事をするときに色々な脳内物質を使う。へえ。この物質は電気の力を持っていて、これを出したりしまったりすることで仕事をする。ふむ。たった今、目から取り込んだ画像は現実と記録するように脳内物質を出そう、とか。おう。今、頭に浮かんだ画像は妄想として記録するように脳内物質をしまっとこう、とか。なるほど。脳に過度なストレスが与えられると、これが正しく機能しなくなる。ストレスが。出さなくてもいい量を出しちゃったり、しまいっぱなしで動かなくなったり。あらら。ほう。あれ、理人症ってもしかして。つまり脳内物質を操れば俺の嫁が画面から出てきてくれるのか。情報を統合することが失われた状態だ。
現実と妄想の区別がつかない。さらには過去の記憶、他人と自分、いろいろな物事の区別がつかなくなる。そんなに。区別ができないということは、自分が統合失調の状態になっていると気づくことができない。怖い。脳も怖い。そうだね。他にもうつと呼ばれる状態も、同じように脳内物質の機能に障害が出ている状態だ。そうなんだ。脳が仕事をしなくなると君はすごく困るね。困る。目で見た情報、耳で聞いた情報、他にもいろんな情報が脳によって処理をされて、君に伝えられるんだ。そうだね、ありがとう。あれ、じゃあ僕は一体何を見て何感じているの？ふむ。全部君が補正をしてるんだよね。そうだね。棒の長さが違って見えるとか、静止画なのにうねうね動くとか。ああ。あれ、君のせい？そうだ。脳の仕組みを逆手にとって脳を騙す。汚いやり口だ。僕はそのままの画像が見たいのに。それはできない。天気のいい日に見る青い空が綺麗だと思うのも、君のせい？そうだ。あれは雰囲気に合わせて明るさを調整している。そんなバカな。今のデジタルカメラはそのあたりを考慮して出力される画像を補正するし、昔は写真屋さんが現像するときに技術を使って補正していたんだ。じゃあそういう補正がなかったら？目で見た空と何か違う、という印象を君は持つかもしれない。面白い。補正がかかってるよ。僕はそのままの画像が見たいの。ダメだ。できない。なんで？いちいち君の判断を仰いでいては、生きていくには不便だからだ。僕が決めたいのに。じゃあ今の瞬間、君に向かってボールが飛んできたらどうする？まず体のどこに当たりそうで、どう避けようか。それじゃあ遅い。目から取り込んだ画像によっては、君に伝えるより先に脳が判断を決める。勝手に僕の体を動かすのか。それが君のためだ。僕は何が飛んできたのかもわからないのに。後で教える。なるほど。この会話読んでると怖くなるな。僕って何なんだろうって。まあ緊急時は仕方がない。こんな実験がある。ある片目を失明した人に協力してもらった実験だ。何？その人は目の損傷や視神経の異常によって失明したのではなくて、脳に障害によって左目の視力を失ったんだ。それで？まず彼の顔の中央に敷居を立てて右目では右側しか、左目では左側しか見えないようにする。当然、彼は左目を失明しているので左側に何か物を置いても見えませんと答える。そりゃそうだ。そこで彼に当てずっぽうで良いので、何か答えてくださいと質問する。すると彼の答えと実際に置かれたものは、高い確率で一致したんだ。見えてないのになんで？他にも、普通の家の絵に混ぜて左半分だけ崩れた家の絵を同じように見せると、その絵だけ住みたくないと答えることが実験で分かった。それが一体何なの？脳が君に情報を伝えていなくとも、画像の情報を記録することができる。それじゃあ統合失調症と同じだ。これは正しい現実の情報を正しく脳が記録できている。妄想の捏造じゃない。彼、というか僕の記憶じゃない。君に情報が伝えられていないだけで、君は記録された情報を取り出すことはできている。君が勝手に作った情報だ。そうだ。いつも君に渡している情報だ。障害で君に届かないだけだ。目が見えていないと感じているだけで無意識では判断できている事例か面白いな。無意識と意識には結構開きがあるんだな。俺が今まで見たものの中に真実はあるのか。大正時代とか昭和初期を頭の中で思い浮かべると、どうしても白黒とかネガがかったイメージでしか浮かばないんだけどこれも脳の処理の問題なのかな。お前俺大正時代とかにも絶対虹とかは出てるはずだし家だって外壁が全部白黒なんてありえないと分かってるのにイメージできない。人は自分にルールを作ってるんやで。空想妄想に頑張って従うから理想の人間に近づけるんや。ありのままが最高という思想もまた幻想なんや。面白いな。脳が原因で失明しててもそれは工事の意識から見て失明してるだけで、もっと古い部分の脳ではちゃんと見えてるってあるな。本人には見えた認識すらないのに飛んでくるボールを回避したりする。
ブラインドサイトっていうそうだが、PC とその使用者みたいな関係なのかもしれないな。意識体機能の対談。自分の反射神経ちゃんに人格があったら楽しいだろうね。自分の意識意思で答えを出すより寸分先に脳が答えを出しているって話もあったな。自由意志とはなんだ。面白い。あ、でもその記録から物事を判断することは僕にもできるね。というと、君はボールを避けてくれたり、家の絵の記録はしてくれたかもしれない。ふむ。でも危なかったとか住みたくないという気持ちは僕が決めるんだ。なるほど。確かにそう言えるかもしれない。そうでしょ。だが、非常に言いづらいことなんだが、残念なことを君に告白しなければならない。何？脳は君に情報を伝えるが、たまに間違える。なんだと？正確に言えば、たまに間違えるような仕組みになっている。どういうことだ？さっき話をした脳内物質なんだが、出した脳内物質を受け取る細胞が、ごくごくたまに、適当に受け取ったり受け取らなかったりする。なぜそんなことになってるんだ？それはもう、そういう風になっているからとしか答えられない。自分のことだろう。あえて仮説を立てるなら、すべての人間が同じ状況で同じ判断を行うと、種を存続する上で柔軟性がなくなって、難しい。すげえためになるわ。ところで君は自分で自由に手足を動かせるかな？できるとも。ふむ。僕が右手を上げようと思えば、右手が動く。じゃあ関節をどう曲げよとか、どこの筋肉を伸ばそうとかは考えるかい？考えない。それも脳の仕事だ。また君か。手や足を動かすためのプログラムは君が考える前にできている。むむむ。君は作られたプログラムを使っているだけだ。でもそれは君のおかげじゃない。というと、DNA みたいので、そういうプログラムがあらかじめある。そうじゃない。まさか。体を動かすという機能は、実は脳による後付けの機能だ。そんなことまで。例えば、先天性の障害で指がくっついている人がいる。この人の指を外科手術で離して障害を取り除いてあげる。そうすると、訓練をすることできちんと別々に指を動かすことができるようになる。いや、それって僕が言ったことが正しいからじゃ。この時の脳の活動状態を調べたんだ。むむ。すると今まで活動をしていなかった脳の領域が新しく活発になっていく様子を確認することができた。この脳の領域の広がり方というのがとても重要でね。今まで触ったことのない道具の使い方を覚える時の様子と、とてもよく似ているんだ。なるほど。しかも活発になる領域というのはある程度決められているけれども、その活動の様子は個人に差がある。ほとんどその人オリジナルと言っていい？そうか。これはつまり、脳のプログラムが後天的に、柔軟に変化するということなんだ。さらにこれは、脳は道具を体の一部、もしくは延長にあると認識することができるということだ。すごい。この脳の仕事によって、君は鉛筆で字が書けるし、ゲームのキャラクターを動かすことができる。つまり、君が体を動かせるのは脳の仕事のおかげだ。ぐぬぬ。ピアノとかで自分が弾いてるとは思えないような複雑なフレーズを、何度もやってるうちに特に指とか意識しなくても弾けるようになるのも同じようなことなんだろうな。そういや自転車で柵の間とかをすんなり通り抜けられるのってすごいよな。あれは体の延長として認識しているからなのか。ちなみにイカには盲点がない。マジかよイカ最強じゃん。つまりイカの目を移植すれば、面白いな。つまり、情報や記憶を処理するときは、君が勝手にいろいろいじくる。そうだね。体を動かすときも、君が作ったプログラムが勝手に動く。そうだね。僕はこうしてもの考えることしかできないんだね。君が考える？僕はいろんなことを考えるよ。いろんなこと。意識というか、自我というか、心というか。君という心があると。君の話を聞いている僕がいるからね。なるほど。そうじゃなきゃ、君だって困る。ほう。仕事をしてみせる相手がいないだろう。なんか哲学的だな。
意識とは脳内の活動の情報の一部が一時的に短期記憶にキャッシュされる現象のことであるっていうのは聞いたことがある。なんか怖くなってきたわ。僕を形成しているものは脳なのか？それとも魂と呼ばれるものなのか？僕とは一体何なんだろう。でも君は脳から伝えられた情報しか知ることができない。そうだけど、君が物考えるときは脳が記録した情報が材料になるはずだ。そう。君がそれを外に出力するときは脳を使わないといけない。心である君を構成するものは、すべて脳によって作られたものだね。じゃあ、こうして君を考える僕は一体？私が君を作ったんだ。私は君じゃない、僕だ。そう思うように処理されているだけだ。僕は、ということを半日もかけて頭の中で考えていましたとさ。終わり。おつ、おつ、かなり面白かった。最後の行が盲点になって見えない。おつ、おつ、面白かった。お疲れ。お前を倒して真の自由を手に入れる。ほう。的な展開まだですか。おつ面白かった。己はいない。脳があるだけ。いいな。脳が己だ。己が脳だ。こんな妄想しているエッチは賢い人間なんだなと俺の脳が言ってる。面白かった。有識者の妄想は違うな。どうだ？わかったか？もちろんだとも。すごいな、なんジェイミン。教えろくださいなのだ。つまり脳内物質を操れば俺の嫁が画面から出てきてくれるってことだろ。なんでやねん。なのだ。違うの？僕がまとめるのだ。とにかく脳は有能すぎる働きでいろいろしてくれてるのだ。お前だってざっくりすぎじゃねえか。今回の話はここまでですなのだ。少しでも、と思ったらグッドボタンよろしくお願いしますですなのだ。俺の嫁は、まだ言ってるのだ。最後まで見てくれてありがとうなのだ。それでは、まったまったねねー。